皆さんは砂でエネルギーを貯めると聞いてどう思いますか？いやいや、そんなの無理でしょ。そう思いますよね。ですが今、フィンランドで砂を使ってエネルギーを貯める技術が実際に動いています。その名も砂電池。しかもこの技術、ただのネタではありません。再生可能エネルギーの最大の弱点を解決するかもしれない。かなり現実的な技術なんです。今回はこの砂電池とは一体何なのか、そして本当に未来を変える可能性があるのか、わかりやすく解説していきます。まず、砂電池とは何か、これは簡単に言うと、電気を熱に変えて砂に溜める装置です。ポイントはここです。電気をそのまま貯めるのではなく、一度熱エネルギーに変換して保存する。具体的な流れはこうです。太陽光や風力などで発電された電気を使ってヒーターで砂を加熱します。その温度はなんと500度から600度。そしてその高温の砂を大きなタンクの中で保存します。必要になったらその熱を取り出して暖房などに使うという仕組みです。つまりこれは電池というより巨大な魔法瓶のようなものなんです。ここで疑問が出てきます。なぜわざわざ砂なのか？実は砂にはエネルギーを貯めるのに向いているいくつもの特徴があります。まず、とにかく安い、ほぼどこにでもある資源です。そして劣化しません。リチウム電池のように寿命があるわけではない。さらに高温に強く安全性も高い。燃えたり爆発したりするリスクが極めて低いんです。そしてもう一つ重要なのが長期間保存できるという点です。条件にもよりますが、数日から数ヶ月レベルで熱を保持できます。これはかなり大きなメリットです。ではなぜ今この技術が注目されているのか。それは再生可能エネルギーの問題を解決できる可能性があるからです。太陽光発電は夜になると使えません。風力発電も風が吹かなければ止まります。つまり発電できるタイミングと使いたいタイミングがずれているんです。ここが最大の課題です。しかし砂電池があれば余った電気を熱として貯めておける。そして必要な時に使える。この時間のズレを埋めることができるんです。ではこの砂電池は実際にどう使われているのでしょうか。現在の主な用途は暖房です。特に寒い地域では地域全体に温水を供給する仕組みがあります。砂電池はその熱源として使われています。つまり夏に余った電気で砂を温めて冬にその熱を使うということも可能なんです。これはかなり合理的ですよね。ここまで聞くと完璧じゃないかと思うかもしれません。ですが、もちろん課題もあります。一番の問題は電気に戻す効率です。砂に溜めた熱を再び電気に変換することはできますが、その効率はあまり高くありません。つまり発電用途にはまだ向いていないんです。あくまで熱として使うことが前提の技術です。また大きな設備が必要になるため、個人レベルで導入するのは難しいという点もあります。では日本ではどうなのでしょうか。正直に言うと日本ではそのまま導入するのは少し難しいです。なぜなら日本は電気中心の社会で地域暖房のような仕組みがあまり普及していないからです。ただし工場などの産業用途では可能性があります。例えば製造業では大量の熱を使いますよね。そういった場所では砂電池はかなり相性がいいと言えます。最後にまとめです。砂電池とは電気を熱に変えて砂に蓄える技術。安くて安全、そして長期間保存できるのが強みです。ただし電気に戻す用途には向いておらず、主に熱利用に特化した技術です。つまりこれはリチウム電池の代わりではなく、全く別の役割を持ったエネルギー技術なんです。ですが再生可能エネルギーの弱点を補うという意味では今後かなり重要な存在になる可能性があります。ここまで見ていただいて皆さんはこの砂電池についてどう思いましたか？実用性はあると思いますか？それともまだ課題が多いと感じましたか？ぜひあなたの意見をコメント欄で教えてください。こういった新しい技術を知るとエネルギーの未来が少し見えてきますよね。今後も世界で進んでいる最新の技術やニュースをわかりやすく解説していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。